着いた。着いた。お昼お腹すいた。お腹すいたね。いい天気。長崎といえばリンガーハットと浜カツなんですかね。まずはですね。ちゃんぽんの方が有名かもしれないけど、気分は浜カツ。ちゃんぽん後で食べるから。正直で梅しそ。梅しそはわきわきしようね。ご飯通常。味噌汁とか選べんだ。選べんだ、すごい。赤か。角切りと千切りで選べんだ。やっぱでも千切りかな。ビーン。待ってる時間にね、タレを作んないといけない。ごまを自分ですります。秘伝のタレを入れちゃいます。秘伝。こんなもんですかね。秘伝のタレはちょっと甘口らしいから、辛いの好きな人はこれを混ぜるらしい。秘伝。来ました。私はエビとヒレカツ定食です。そしてはい、私はちょっと豪華なんですけど、ヒレカツとロースカツと梅しそ重ねカツで、これはねマリコとシェアするという契約のもと頼ませていただきました。いただきます。カツ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 。最高です。ごちそうさまでした。ということで、ちょっとオープニングを撮り忘れちゃったんですけど、今長崎県の西の方へやってまいりました。もう市街地までパーッと行っちゃおうかなと思ってたんだけど、なんかこの辺にいいキャンプ場があるらしいからね。さっきね温泉行った時にちょっとファンの方に教えていただいて、500円で泊まれるキャンプ場があるということで、じゃあそこ行こう。ね。ちゃおう。いやー天気良くてテンション上がる。ねえ、キャンプ日和だね。最高です。すごい。すごい。わー、すごい。どうでしょう。後ろからの景色は。どういいじゃん。めっちゃプライベートビーチなんだけど。すごすぎ。すごい。すごすぎ。やばーい。乾杯しよう。乾杯しよう。よし。ビール。飲むぞー。飲むぞ。乾杯。最高。今日生きててよかった。でしょ私も。名言ちょうだい。大丈夫ですか？どっから出ました今？鼻ですか？鼻。名言考えてたら飲みすぎた。どうですか今の気持ちは？帰りたい。この近さいいね。そうだね。浜田駅。今。はい。ありがとう。ちゃんとやるね。めちゃくちゃ綺麗。ねえ。ずっと見てられるね。ねえ、海ってすごいよね。海と火ってすごくない？すごい。ずっと見てられる。ね。疲れた。浜は疲れる。見るに限るな。気持ちいい。いいね。寝すぎだ。寝すぎた。2時間くらい寝た。お腹すきました。ご飯作ろう。作りましょう。だいぶくれたね。いつの間にかにちょっとやばいね。1時間ぐらいで本当に暗くなりそうだね。ね。急いで晩ご飯の準備をしていきます。はい。でも今日簡単ご飯だね。そうだね。も今日も白
汁飲みながらやります。そうしましょう。はい。ではでは乾杯。美味しい。あ、美味しいね。あ、ねえこれだし入りで作んなきゃいけなかった。そういえば。まあどこかにだし入れようと。あ、こんばこんばんんは。は。マリコさんとちょうあ、そうです。差し入れを持ってきましたので、はい、すごい。ありがとうございます。わざわざ。今日の豪華な晩飯が出来上がりました。鶏飯と、お味噌汁、そしてアジ、で先ほどねいただいたちくわ、麦焼酎もいただいちゃったので、これからはこの息の麦焼酎でいただきます。長崎のですね。いただきます。だし入れ忘れてるけど全然ない。おいしい。味ついてる。めっちゃ美味しいよ。なんか結構旅先でいろんなご飯に出会えるのがいいね。今まで家で作ってことなかったご飯とか確かに。旅先で知ってやってみるかってなって、新鮮な食材を手に入れて作るのがね、楽しい。なかなか機会ないもんね。ないよね。たまたま今日買い忘れてたからよかったね、長崎の焼酎。本当に買い忘れてた。いつもね、ちゃんとその地域の焼酎買うのに。まずロックでいただきますか。そうしましょう。いいっすね。はい。あー優しい。あ、本当だ。美味しい。美味しい。なんかウイスキーみたいな感じもあるね。そうだね。ロックでグイグイいけちゃうこれ。やばい怖い。怖いお酒を見つけました。美味しい。合うね。そしてこの辺と。めっちゃ合う。今日の食事にめっちゃ合う。やばいお気に入りの焼酎見つけた。これは。めっちゃ涼しいね。涼しい。開けること大事なの。早く開ければよかった。あとレートチェックアウト最高じゃない。最高。みんな結構もうそろそろ帰る感じよ。普通すぐ。9時は早いね。早い。今日の朝ごはんは野菜スティック。健康的。マヨネーズこのサイズいいよね。いい。やっぱ使い切りタイプがいいわ。焼酎薄利。ね。これうまい。めちゃめちゃ美味しい。朝にぴったり。ぴったり。やっぱこれめっちゃ美味しい。やっぱ合う。うま。でははい。長崎の市街地に。はい。市街地行きましょう。ちょっと推しのね皿うどんとちゃんぽんが食べれるお店があるからそこへ行きましょう。連れてってください。はい。私が運転するけど。じゃあ行ってきます。行きます。ゴーゴーゴー。レッツゴー。路面電車と一緒に走るの怖いね。怖い。路面電車いるよ。本当だ。可愛い。長崎の人にみんなにおすすめされる雲来県さんに来ました。はい。ここね私もね旅行中に行ったことあるんだけど、マジで美味しい。楽しみ。これが名物皿うどんマジで美味しい。嬉しい。食べてほしい。食べてほしい。いただきます。はい。めっちゃ美味しい。嬉しい。今まで食べた皿うどんでダントツ一番美味しい。めっちゃ美味しい。嬉しい。ほら。じゃーん、ちゃんぽんも来ました。わー。長崎名物。めっちゃ優しい味がする。あ、そうなの。美味しかった。また来たい。嬉しい。
お腹も満たされたということで、長崎でずっと行きたかった軍艦島へ行きたいと思います。はい、楽しみ。ちょっと楽しみね。昨日だっていろいろ予習したもんね。予習した、勉強した。歴史なんか年間100日ぐらいしか上陸できる日がないらしいから、今日は上陸できるか分かりませんが、行けるといいな。行けることを願って行きましょう。はい、軍艦島クルーズ受付します。これもらいました。軍艦島上陸クルーズ。はい、派手だね。出港します。強いと思えないね。グレーのイージス艦金剛と申します。メンテナンス入港です。また全てはこの造船所の建造でございますので、いわば里帰り入港でございます。おいでいただく、どうでしょうか、6割7割ぐらいのお客様が誤解をされてこられてます。一番大きな誤解は、実は軍艦島は島ではありません。何だったかっていうと、この真ん中のただの岩だったんですね。ただの岩礁です。誰も住んでません。その海底 1000m 下のところの石炭を採炭するために、この軍艦島も三菱炭鉱です。三菱炭鉱の中心はこの高島です。この高島炭鉱、三菱炭鉱の規模拡大をするために、この領海、海の権利を三菱さんお金で買ってます。そして6階の埋め立てをして作られた、これ全て人工地盤です。この軍艦島の倒壊具合っていうのは、決して時間とか潮とか風とかそんな生優しいもんじゃないんです。全て波で流されてるんですね。ですからそこに人工地盤を築いて、そしてこれだけの世界一の人口密度を誇るまでの建物を作って人々の暮らしをあったっていう、そっちの方が本当はひょっとしたらすごいことなのかもしれません。ですからそういうことを少し知っていただくために、この高島に寄っていただいてるんですね。一番最初にこの元来の岩場ですね、この岩礁が真ん中にもちろん見えてきます。この岩礁ですね、今日ご覧いただく皆さんにはもう緑多き岩礁です。ところが当時の島民の方々、今でも土日になると必ず 3,4 人元島民の方いらっしゃるんですけど、その島民の方が上陸する前にびっくりされるのは、この岩礁、岩場、その緑です。当時緑全くありませんでした。なぜかというと、この軍艦島、今日皆さん歩いていただく軍艦島、全く土壌、土がありません。この緑なんですけど、ここ20年鳥が運んできたんです。皆さんが興味があると思われるこちらの方はですね、全然廃墟じゃありません。ところがですね、意外なんですけど、上陸してからのこの 200m です。この 200m はどんなにお写真撮ってもわけがわからないと思います。なぜかというと、この建物一切ないんです。全て波で流されてるんです。すごいね、この模型のすごい。詳細。ということで、高島を出てついに軍艦島に向かいます。鹿島に寄れるツアーここだけっぽいね。ね、よかった、すごいよかったね。もうちょっと時間欲しかった。確かに70年前でございます。当時の三種の神器と言われましたテレビ、洗濯機、冷蔵庫、まだ東京、大阪の都市圏も入れても 8%、1割満たなかった頃、軍艦島、羽島の保有率 100% でございます。そして右手前方でございますが、軍艦島、羽島でございます。6階のお目立てをいたしました。ごめかしいたします。まずは左手前方でございます。白い建物、学びや学校でございます。4階までが小学校、上7階まで中学校です。学校のそばには65号棟1500名がお住まいになった10階建て、右隣4階建ては病院でございます。3階までが医療機関、4階が当時の看護師さんたちの寮になります。
上陸いただきましてもご覧になれないエリア、立ち入ることのできないエリアでございます。船上からのご紹介となります。そして独身寮のそば、こちらからご覧になりますと柱のようなものがおすごい。よかったね。本当3分の1の確率だもんね。上陸。あー、ワクワク。すっごい。何ここ RPG の世界みたい。うわーすごい。やば。はい、チケットです。ありがとうございます。すごい。すごい。すごい。この緑も全部鳥が連れてきたんだね。うわーすごい。この島、三菱さんの島ですから、全ての方々が三菱の社員さんと思われがちなんですけど、これ全く違って 5% 程度って言います。じゃあ当時の方々何だったかっていうと、下請け、孫請けっていう方なんですね。その方々の仕事ぶり少しだけご紹介します。海底 1000m 下が仕事場です。その行き方なんですけど、右手をご覧いただきますと15段の階段があります。この階段が海底に行く入り口です。この階段登っていきます。踊り場があります。岩礁側に向かって細い 23m ぐらいの廊下がありました。その廊下を渡っていくとですね、大変不思議な乗り物が待ってます。イメージしていただきたいのはエレベーターイメージしてください。ただしエレベーターの足場だけです。壁がなくて天井がありません。その代わりあるのはこういう手すりなんですね。このゴンドラに乗ってまず606メートル直下します。スカイツリーとほぼ同じ高さです。それをなんと2分半で降りてくるんですね。そこの600メートル下が仕事場かっていうとそうじゃなくて、今度はこの方向に向かって沖に向かって 2.5 キロ坑道トンネルを行きます。そして 2.5 キロ行ったところ終わりじゃなくて、今度は車高っていって斜めの坂を自分なしで480メートル降りていきます。体感温度40度を超えるって言います。もっときつかったのは湿度が96以下割り込んだんですね。だから真夏よりもどうですかね、今我々現代のものからしたら数時間そこに滞在すること自体、ひょっとしたら厳しいのかもしれません。模型でご紹介しました日本で一番古い鉄筋コンクリートのアパートです。できたのは大正5年ですから107年前。間取りは6畳1間、ワンフロア20の部屋があります。この建物から日本のマンションはスタートしました。残念ながら真ん中から右手の方2部屋分の床が抜け落ちてるのが分かります。これが去年の11月のことです。ですからこの建物に関しては本当に皆さん直接ご覧になるのはひょっとしたら今日が最後になる方いらっしゃるかもしれません。全体のご紹介は以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。ものすごく満足のツアーだね。すごい。すごいね。めっちゃ勉強になったね。興味深すぎ。軍艦島クルーズで、お腹が空いたので長崎といえばのお菓子を食べに行きます。はい。しかもね、路面電車に乗っていこう。ねえ、ちょっと楽しみ。乗りたかったからよかった。駅よ。ああ、本当だ。どっから行くんだろう。もうちょっとあっち行った方がいいのかな。そしたらね、はい駅まで行って、駅から電車に乗って路面電車から。ここから10分ぐらい歩けば。ああ、なるほど。あそこから乗って、乗り換え券もらってこう行ったらいい。そこの信号から向こうにね。はい、ありがとうございます。すごい、横断歩道の途中から駅。本当だ。あ、反対向きは来てる。カフェの閉店時間まであと50分間に合うかな、間に合うかな。でも我らはちんちん電車を優先する。自転車乗りたい。乗りたい。歩いてもよかったけど
そっちの方が早い。混んでるね、めちゃくちゃ。ありがとうございます。乗り換えます。はーい。はい、どうぞありがとうございました。店様でした。クローズって書いてある。 6時までじゃないの。32分。泣いた。すいません。普通のカステラとチョコラテの 0.35 を一つずつお願いします。ありがとうございます。カフェは入れなかったので車の中でいただきましょう。はい。チョコラーテが有名みたいなのでこっちからいただきます。はい。あ、裏はちゃんとザラメが。ザラメもいるのね。嬉しい。ザラメザラメ大好き。わかる。ねいただきます。いただきます。甘い、美味しい。ね。美味しい。ザじゃーん。カステラ。やっぱカステラはノーマルかね。かも。ねこれぞカステラです。え。ザラメ感、卵感。あー最高。最高。でもカフェでちょっと優雅に食べたかったね。ね悔やまれる。悔やまれるね。お願いします。はい。すごい。やばいね。佐世保と言ったらね、佐世保バーガーでしょ。いや、ここマジ景色やばい。すごくない？すごい。ちっちゃい島がいっぱいある。長崎らしい景色。すごいボリューム。ボリューミー。ベーコンがベローンって出ちゃった。ではではいただきます。顔より大きそうだね。待って、肉までたどり着けなかった。めっちゃここについて。恥ずかしい。じゃあいただきます。ごちそうさまでした。今日も満足。ということで、長崎県の旅駆け足だけど終わりでーす。楽しかった。いつも言ってる。いつも言ってる。でも楽しかった。楽しかった。いや、軍艦島に行けたのが私は本当に一番嬉しかった。私も。ね。めちゃくちゃ感動した。だよね。なんかお互いに建築学科でさ、なんかその建物に興味を持ち始めた時に、軍艦島って知るじゃん。大学生の頃からの憧れだったから、一生に一回は行きたいと思ってたところに行けて嬉しかったね。嬉しかった。上陸もできたね。ねということで、続きまして、佐賀県へ向かいたいと思います。いか引き続き、じゃあ運転よろしくお願いします。はーい。SAGL 佐賀。これ、急な声量怖っ。SAGL 佐賀。じゃあ行ってきまーす。